がうまくバランスをとってくれてるの扇は普通に扇形です。コンテストに参加しています。失敗しやすかったです。ミントを入れて出来上がりです。この切り方は食べやすいのでおすすめです。ごきげんよう、あすママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。ポークギュロス1480円です。怪獣っぽい名前ですけれども、ギュロスとはトルコの B 級グルメで、ピタパンのようなパンにケバブを挟んだものだそうです。ギリシャではポークを挟むのでポークギュロスですが、アメリカンなプルドポークを挟むというところにコストコらしさがあります。消費期限は翌日です。調理済みなのでこのまま食べられます。ポークギュロスが4つと、ヨーグルトソースとバーガー袋も4枚入っているところが親切です。大きなレタスに大量のプルドポークが包まれていて、レッドオニオンのスライスがトッピングされています。重さは 227g、カロリーは502キロカロリーです。ピタブレッドとプルドポークの組み合わせだから大体の味の想像はつきますが、ポイントは添付のザジキソース、ヨーグルトソースですね。バニラヨーグルトの日本ルナの製造です。刻んだピクルスなども入っていて、タルタルソースのようなドロッとした感じです。かなりニンニクが効いています。思ったより酸味は控えめです。豚肉を裂いてバーベキューソースを絡めたプルドポークにヨーグルトソースの酸味がよく合います。大きいので食べにくいし、厚めのピタブレッドがパサパサしているしで食べ疲れてくるところをヨーグルトソースがうまくバランスをとってくれてる感じです。1食あたりは370円なので、フードコートのバーガーを持ち帰るよりはお得だと思います。でもね、リピはしないかな。ファミリーちらし寿司2580円です。毎年バレンタイン終了から3月3日までに並びます。お値段も昨年と同じです。具が毎年ちょっとずつ変わります。昨年はカニがたっぷり乗ってましたが、今年はホタテです。他にはサーモン、イクラですね。毎度おなじみの卵と桜でんぶもトッピングされていますが、きゅうりがね、今年もやけに少なめです。細くて少ないのでドライきゅうりっぽくなっているのがちょっとね、残念です。ちなみにこちらのスーパーではきゅうり1本あたりは68円です。寿司飯には味付けのこんにゃく、しいたけ、かんぴょう、人参が入っています。持ち帰り惣菜なので仕方ないですが、全体的に味は濃いめです。お茶はたっぷり用意しておきましょう。消費期限は当日中です。もうね、ガツガツ食べてしまったんですけれども、昨年はおにぎらずにしたりとちょっとね、工夫もしています。リンクからそちらもご覧ください。照り焼きチキンピザ1580円です。以前の照り焼きピザがリニューアルしたのかなと思ったんですけれども、ガラッと変わっての新商品です。直径は38センチ。消費期限は2日後です。トマトソースの上に照り焼きチキン、ブロッコリー、コーン、レッドオニオン、みじん切りの赤パプリカ、チーズは3種類かな、いろいろたくさん乗ってます。今回のピザクラストは白くて厚めです。大きなピザなので皆様いろんなカットの扇をご紹介されてますが、うちの扇は普通に扇形です。切ってから200度に予熱したオーブンで15分焼きました。たっぷりのチーズがとろけて、もう見た目にもそそりますし、実際美味しいです。甘い照り焼きソースも効いてて、全体的にちょっと濃い味なんですけれども、私は美味しいと思いました。ひな祭りを意識した子供受けするトッピングかなと思います。低糖質のクロワッサン7個入り580円です。何度もご紹介してますが、糖質オフで食物繊維は多め、期限も長いので常備しています。賞味期限は3月17日までです。形はクロワッサンですけれども、コッペパンのような感じです。
そのままでももちろんサンドイッチにしても美味しいです。青森県産の富士りんご 2.8kg で1980円です。大きめですけれども1個あたりは220円。今シーズンのりんごはお高いですね。今回はフルーツグラタンにしたりサングリアにも使いました。ガルバーニマスカルポーネチーズ768円です。500g 入りイタリア製です。賞味期限は5月です。クリームチーズよりお高いですけれども柔らかくてクリーミーなので他の材料とも混ぜやすいです。ティラミスなどのお菓子作りなどに向いているチーズです。今回はフルーツパングラタンのソースに使いました。実はレシピコンテストに参加しています。レシピは概要欄のリンクからご覧ください。2021年度分のリワードが付与されたので私はフードシーラーを買いました。フードセーバー VS3193 14,980 円から3000円オフです。試しにオートミールをパックしてみましたが気持ちよく真空パックになりました。同じメーカーのバッグも安くなっていたので合わせて買っておきました。フードロール 4,458 円から1000円オフです。もっとお安いカークランドシグネチャーのバキュームシーリングバッグは 2,680 円から300円オフです。ただカークランドシグネチャーの方はお値段が安い分品質はいまいちです。シワになりやすいので真空にならず失敗しやすかったです。2種類の比較などやもっといろいろな食品で試してから特集動画にしたいと思っていますのでチャンネル登録をお願いします。今週のお酒はサングリアです。オレンジとリンゴを切って蜂蜜をかけてから赤ワインを注ぎます。冷蔵庫で半日冷やしたらレモン、冷凍チェリー、ミントを入れて出来上がりです。おつまみにはトブラローネのミルクチョコとブレッツのポテトチップスカマンベール味、ミックスナッツ、左奥のはガーリックトーストです。メニセスグレインバゲットを切ってからガーリックオイルを塗って180度のオーブンで8分焼きました。この切り方は食べやすいのでおすすめです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。